何度だった？37度3分。やっぱ熱あんじゃねえか。微熱だろ。大したことねえよ。で、どこ電話すんだよ。明日ゲストで呼ばれてた箱だ。俺らの単独じゃねえし、キャンセルする。必要ねえ。こんなの1日寝てりゃ治る。ちょっと疲れただけだ。昔からそうだったろ。けど、完全に治ったわけじゃないんだろ。実験の前に戻ったってだけで。もしまた。いや、明日のライブは予定通り出る。ステージに穴開けたくねえし、客だって待ってる。何？ナイタ、最近無理してるだろ。はあ？無理？呼ばれりゃどんな小さい箱でもライブ入れるし、ステージでもアクセル踏みっぱなしだ。俺たちの音楽をもっと多くのやつに届けてってのはわかる。けど、ちょっと飛ばしすぎじゃね？仕方ねえだろ。パラドックスライブ、次は決勝だ。ぬるいことやってたら絶対に勝てない。ナイタ。極ラック。あいつら勢いあるぜ。それに、ベイ、やっと正面切ってやり合えるんだ。カナタ、待ってたんだろ？まあな。そういうこと。あと一戦でてっぺん立てるんだ。くだんねえこと心配してる暇なんかねえだろ。わかった。でも明日はキャンセルする。ナユタの体の方が大事だ。待てよ。あ？勝手に決めんな。そういうのマジでうざい。なんだよそれ。言っただろ。俺は平気だって。さ、これから俺が熱を出すたび、そうやって断るのかよ。そういうわけじゃねえし。決勝の前にそうなったらどうすんの？参加辞退すんのかよ。クラブパラドックスは他の箱とは違う。俺らの全てをぶつけなきゃ、立つことすらできねえ場所だ。生半可なことは許されねえ。体への負担だって相当なはずだ。トラップ反応だって。答えろ、カナタ。もし俺に何かあったら、決勝に出るのもやめるっていうのか？答えろ。俺はやめる。ふざけんな。え？ふざけんなって言ってんだよ！ない。そんなの絶対許さね許すとか許さねえとか、そういう問題じゃねえだろ。じゃあどういう問題だよ？言ったろ！俺は大丈夫だって。なのにカナタはいつも怯えてる。メタルの侵食が出んじゃねえかとビクビクしやがって。なの当たり前だろ。当たり前。ああ、そうだよな。いつも俺はカナタに守られてばかりの弱くてかわいそうな弟だもんな。なこと言ってねえだろ。言ってるも同じだ。俺の体が心配だから辞退する？ふざけんな。んなことにビビって夢を捨てんのかよ。コズメズは、音楽は俺らの命だ。
ヒップホップがあったからここまで生きてこられた。何一つ持たねえ俺たちがクソダメで唯一見られた夢、それをそんなにあっさり捨てんのかよ。カナダにとってその程度のもんだったのかよ。違う。違わねえだろ。俺は命より大事だ。カナダと立つステージ、一瞬一瞬に全てをかけてる。それをどうしてだよ。どうして。叫んな！なんだよ。殴り返さないのかよ。兄貴面すんなよ。そうやって俺を守るつもりか。ずっと。そんなの無理だ。俺はかわいそうな弟なんかじゃねえ。なえた。頭冷やしてくる。最低な。思いっきり殴りやがって。口の中切れてんじゃん。だったらどうしろってんだよ。あの時何もしてやれなかった。ナエタはたった一人で苦しんで何も言わずにあの屋上から飛んだ。俺のせいだ。ナエタは自分がメタルに侵食されていくのが怖くて飛んだんじゃねえ。俺が耐えられないからだ。ナユタが目の前で壊れていったら俺はきっと。だから何も言わずに俺を守るために。守られてばかり。ふざけんな。俺が生きてこれたのはナユタがいたからだ。大人からゴミ扱いされて、いつも腹すかせて寒くて体中あざだらけで。それでもナユタがいたから俺はずっと守られてたのは俺だ。だったらせめて兄貴面ぐらいさせろよ。じゃなきゃかっこつかねえだろ。ああ、もう部屋ぐちゃぐちゃじゃねえかよ。派手に散らかしたな。なんだこのボロい箱。これナユタの宝箱だ。懐かしいな。つがあいつまだこんなもん持ってたのか。なんか入ってる。そういや、ガキの頃拾ったビー玉とか色のついた石とか溜め込んでたよな。
ゴミみてえなもんを、綺麗だからって。あ？ USB？ 石とかじゃねえのか。いっぱいあんな。ナンバーが振ってある。よし。とりあえず、この1って書いてあるやつから見てみっか。これ。俺が最初に作った。どう？とりあえず見よう見まねで作ってみたけど。やべえ。すげえいいじゃん、かなた。え？いや、マジでいいって。そうか。バカ。自分で作っといてわかんねえの？その辺でチャラチャラやってる奴らより全然上だっての。つか比べ物になんねえし。マジ天才かよ、かなた。こんなやべえ音どうやって作った？どうやってって、普通に？なんつうか、探してたら見つけた。そんな感じ？早くラップ乗せようぜ。マジでこれならいけるって。そっか。おう。俺が言ってんだ。信じろ。マジ？マジマジ。マジだって。おお。そうだ。ナエダはいつだって俺を。これ全部、俺らの音源か？あいつ、いつの間にこんな。ナエダ！ここにいたのかよ。探したんだぞ。つが、なんでこの屋上なんだよ。なんで来んだよ。これを見つけた。それ。ナユタの宝箱。中を見た。ん？なあ、これ全部。うん。これまで俺たちが作った楽曲のデータ。半端なもんも失敗したやつも全部捨てずに取ってある。なんで？え？どれも大事だから。カナダが適当すぎんだよ。使わない音源はいつも放りっぱなしだ。悪かったな。残しておきたかったんだ。それは俺が生きた証だったから。俺が死んでもその音源の中に俺は生きてる。いつか彼方が見つけた時、一人じゃないってわかる？俺の宝物。これがあればきっと大丈夫。安心していける。そう思った。ないと。ここから飛び降りて病院で目が覚めた時、俺が何を思ったかわかる？いや。最悪だって。
目が覚めても体を動かせるような状態じゃなかった。アルタートリガー社のモルモットに逆戻りしただけだ。見えるのは病室の天井だけ。空も星も見えない。あるのは自分のしたことを考える時間だけだった。ナユタ、俺が生きてることを彼方は知らない。何も知らず、理由もわからず、彼方は一人ぼっちになった。そうしたのは俺だ。俺が壊れる姿を彼方にだけは見せたくない。見れば彼方が壊れちまう。そう思ったのは本当だ。けど間違ってた。ガキの頃からずっと彼方に守られてきたのに、俺は彼方の強さを見くびった。信じてなかった。彼方のためだとごまかして俺は逃げたんだ。彼方が壊れることに耐えられないのは俺。見たくないのは俺。弱かったのは俺。だからシキにもひどいことをした。それがどんなに相手を苦しめるか分かってたはずなのに、俺は最悪のことをしたんだ。ナユタ、もういい。言いたいんだ。今じゃないときっともう言えない。ずっと言おうと思ってた。俺を見て彼方が心配そうな顔をするたびたまらなくなった。あの日のことを考えてるって分かったから。動かない体でずっと願ってた。もし神様がいて一度だけ願いを叶えてくれるなら、彼方と歌わせてほしいって。笑っちまうだろ。神様なんかいねえってガキの頃から叩き込まれてきたのにさ。けど奇跡は起きた。コズメズの音が、彼方の叫びが俺を救ってくれた。たった一人残されて、それでも彼方は諦めなかった。俺たちの夢のためにパラドックスライブで戦った。だからさ、諦めるなよ。ナユタ、幻影ライブでてっぺんを取る。寒さに凍えても腹すかせても遠くに輝くものがあったから俺たちは生きてこれたんだ。なら俺と同じ景色を見ろよ彼方。取り返しのつかないことをしてやっと分かった。自分が何を望んでいたか。永遠なんて無理だって分かってる。けどだからこそ大切なんだ。ステージで歌う一瞬一瞬が俺の宝物、生きる意味なんだって。だから俺のために諦めたりするな。体のことなら心配しなくていい。一度死にかけたんだ。自分の限界くらい分かってる。彼方、俺は強くなるよ。強くなって今度は俺が彼方を守る。もう彼方だけに辛い思いはさせない。殴られる時は一緒だ。どんな痛みも苦しみも分け合って
今度は俺が彼方をてっぺんに連れて行く。この目で、この体で一緒に感じたいんだ。そこに何が見えるのか。怖くねえって言ったら嘘になる。いつか終わりが来るかもしんねえけど、それにビビって夢を捨てたら生きる意味がねえ。わがまま言ってんのは分かってるけど、彼方、俺と同じ景色を見よう。二人で行けるところまで行くんだ。そうすればきっと泣くなよ、あゆた。別に泣いてねえし。で、どうなんだよ。答える必要ねえだろ。今日からこの箱は二人の宝箱だ。溢れたらまた別の箱を買えばいい。全部捨てずに取っておく。俺たちの生きた証だから。体、ここ寒いな。いい加減帰ろうぜ。そういや熱は？下がった。多分。そっか。けど本当にやべえ時は絶対に言えよ。分かった。腹減った。なんだよそれ。じゃ帰りんなんか食って、あ、いや買って帰るか。あ、雷麺亭の餃子食いたい。いきなりそんなもん食って大丈夫かよ。平気。ニンニクマシマシで気合い入れる。明日ステージだぜ。いや、だからだろ。臭くなっても知らねえぞ。大丈夫だろ。で他に何食う？天津中華丼。結局いつものか。いいじゃん。分け合えば2種類食えるし。だな。今日こそうずらの卵吹っ飛ばさずに温める。それで中華丼？ちげえよ。よし、飯も調達したし早く帰って食おうぜ。あ、かなた。ん？俺さ、前に言ったことあるだろ。かなたとステージに立てるだけで嬉しいって。うん。けどダメだ。やっぱそれだけじゃ満足できねえ。てっぺん行くぞ、かなた。ああ、一緒に行こうナイタ。二人で最高の景色を見るんだ。邪魔するやつは許さねえ。全部まとめて地獄を見せる。二人でいれば最強だ。